31日へ突入しました。航空部隊の損失状況を確認します。充足率が半減以下になっているのは北朝鮮軍迎撃部隊1個のみ。損失自体は発生していますが、北の部隊にうまく分散されています。これならば今まで通り局地防空網を2カ所で敷くことができます。次は敵部隊を確認します。報告として F86 部隊の中でも精鋭として知られる第319迎撃飛行隊の殲滅に成功しています。これで敵軍の制空能力が大きく低下しましたね。とはいえ制空権を掌握するには敵の数が未だ多いことも事実。航空部隊の運用は変わらずにいきます。報告として重歩兵師団1個のほか、発電所と製鉄所も完全修復されたとのことです。歩兵部隊だけではなく建物も対象ですか？さらに複数割り当てられる可能性も？だとすれば計画・広報の安全確保が以後も同等の効果が発揮されることを期待します。報告として資金の獲得がもたらされました。さらに続けて中国軍第14迎撃航空師団が前期に行くピトナーッツァチに換装されます。これにより兵力が完全充足まで補充され、さらに装甲が施されています。高い戦闘力だけでなく強靭性までも備えましたね。さらに報告として歩兵師団3個に対しソビエト製の武器と訓練が施されました。これにより1部隊あたり兵力4個が増強されました。大変ありがたいことです。これらの増強が以後も続くことを期待します。現在合計資金77を用いることが可能です。軍備計画内を確認します。対地攻撃が可能な部隊が4個。自走ロケット大隊が3個。新式歩兵師団が4個。支援歩兵2個、司令部1個。以上で中国軍は終了。歩兵連隊は再建可能。偵察連隊2個についても再建可能。支援歩兵2個。戦車大隊は6個。都市攻略支援歩兵1個、司令部1個。パルチザン部隊1個。あとは各種工場の再建。決断しました。新式歩兵師団3個を南満州へ。司令部1個を同じく南満州へ。以上で中国軍は終了。偵察連隊2個をケソンへ。支援歩兵2個、司令部1個を後方のハムフンへ。パルチザン部隊1個を平壌へ。そして中山号2個を平壌に構築します。その意図としては軍需物資生産のための工場を建てるためです。そのまま建てたのでは敵の戦略爆撃により簡単に破壊されてしまいます。そのため中山号2個を構築することにより敵の爆撃を代わりに受け止めてもらいます。残る資金は予備兵力獲得に全て費やします。軍備計画は以上で終了。現在の西部戦線の状況として敵の塹壕内に歩兵部隊の姿なし。西部については穴を開けることができます。全部隊の移動が完了しています。今週は3地域への進行となります。西部塹壕戦のうち最も南の数は攻めず敵部隊の誘引を狙います。東部についてはジャンドを確保し道路を確保しつつさらに東部の敵部隊の孤立を狙います。パルチザン部隊の撹乱状況です。進行が開始されます。北東チャンゴンへ突破進行。チャンゴン確保に成功しました。
以上で全ての戦闘が終了し、4地域の確保に成功しました。極地防空網はケソンとピョンヤンに構築。報告。偵察連隊2個がケソンに配備できません。過ちを犯しました。軍備計画内から部隊を配備する際、配備先の地域のスタック地に収まる必要があります。そうでなければ部隊が配備できず、消費した資金も無駄になります。偵察連隊の投入は1ヶ月後になりました。予備兵力を17個保持し、我が軍の行動を終了します。敵の空襲目標は放棄された構築物に向かっていますね。敵は航空優勢をうまく活用できていませんが、我が将兵に犠牲が出ないのは良いことです。報告。パルチザン部隊1個が看破されました。とうとうですか。いや、むしろ今までがうまくいきすぎていたと言うべきか。さらに1部隊が看破されました。確認します。東の部隊は退路が遮断されているため、殲滅が確定しています。西の部隊は戦闘に生き残ることができれば、さらに西へ逃れることができます。未だ完全なる優勢が確定していない現状、まだまだ後方か乱が必要です。ピョンヤン上空にて、戦略爆撃部隊5個が襲来。迎撃部隊7個が迎え撃ちます。工場再建を察知しての空襲と思われますが、金打ちですね。13号もしっかり役目を果たしていますね。戦略爆撃部隊に対し、K24 打撃の戦果を挙げました。しかし部隊殲滅はならず、しばらくの間は、ピョンヤンを守る必要があります。西のパルチザン部隊に対し、攻撃が行われます。残念ながら、殲滅しました。これで、後方か乱に用いる部隊は1分。一応、ピョンヤンから1部隊が駆けつけていますが、それまで持つことを期待しましょう。すべての戦闘が終了しました。4月7日へ突入しました。報告として、重歩兵師団1個、歩兵師団1個、工場1個の兵力が完全充足まで補充されました。了解です。全部隊の移動が完了しています。今週は6地域に対して進行を行います。現状の後方か乱の状況です。しばらくの間は、失地回復のために多数の部隊を釘付けにできるでしょう。報告します。ポチョンにて、多数の敵部隊と交戦します。敵部隊は全て完全充足ですが、それは我々も同じです。兵力的には敵を圧倒しています。問題は、どの程度兵力を失うかですね。よし、事前攻撃で塹壕を消し飛ばしましたね。敵軍は撤退せずですが、大打撃を与える好機ですね。この戦闘の結果、敵に25打撃を与え、我が方は兵力13個を失いました。損失は十分許容範囲内です。東部パジュについては、退路遮断のための進行です。地雷と障害物の排除に成功。速やかに撤退します。東部トンチョン北にて、韓国司令部部隊を包囲殲滅します。しかし、敵との戦力差は圧倒しているとは言えず、敵軍の士気も我々と互角です。
よって勝利を確実なものとするため、戦術の使用を惜しみません。霧。条件。敵航空部隊が存在する。今週は深い霧によって視界が悪化すると予測。特に上空からの視認はより困難になると予測されます。霧が発生する時期に攻撃、あるいは敵からの攻撃を誘導し、戦いを有利に展開します。両陣営の全航空部隊の戦闘力がマイナス3減少します。歩兵突撃が行われる前に2個の戦術を使用します。決意の突撃。条件。攻撃戦かつ少なくとも敵陸上部隊3個が存在する。部隊は決死の思いで戦闘に挑んでいます。第1次攻撃時のみ全歩兵部隊の戦闘力がプラス1上昇します。装甲支援。条件。戦車部隊が存在する。戦車による歩兵支援を行います。最初の攻撃に限り全ての歩兵部隊が戦闘力プラス1上昇します。攻撃開始せよ。韓国歩兵師団の戦意喪失を確認しました。よし、勝利は確定しました。保有戦術完了。すべての戦闘が終了しました。予備兵力を17個保持し、我が軍の行動を終了します。攻撃が開始されます。平壌上空にて戦略爆撃部隊2個を殲滅しました。特筆した戦闘はこの戦いのみでした。4月14日へ突入しました。報告として歩兵師団2個の兵力が完全充足まで補充されました。部隊の移動へ移ります。平壌からウォンサンを経由し、パルチザン部隊はとうとう敵前線を突破しました。これよりこの部隊は後方かく乱の任に就かせます。全部隊の移動が完了しています。今週は投入できる全ての歩兵師団を用いて大攻勢を仕掛けます。侵攻地域は韓国首都ソウルを含めて11地域にも及びます。この大攻勢をもって国連軍に大打撃を与え、戦局の完全なる優勢を成し遂げます。侵攻が開始されます。まずは敵部隊を確認します。ウィジョン部にて戦闘力の高い部隊を確認しました。現在戦闘正面部隊は少数ですが、後々合流する手はずとなっています。ただし合流して戦力が増大したとしても死傷者については多く発生すると思われます。この戦場については向かいます。大攻勢ではありますが、11地域を確実に確保できるとは思っていません。国連軍の前線部隊に癒えぬ打撃を与えることができれば、この攻勢は成功です。それでは進行を開始します。まず戦術完了しました。そのまま南下し、ウィジョン部へ突破援護に向かわせます。そのウィジョン部は戦闘正面部隊が増大し、戦車連隊2個、重歩兵師団2個、新式歩兵師団2個、対戦車歩兵1個となりました。それでは向かいます。早速ではありますが、衛生兵を動員します。衛生兵。医師と看護師が動員され、負傷者を治療するために前線の近くに送られます。兵力1個の損失が無効化されます。報告します。敵陣に多数の機関銃座が配置されました。これで敵歩兵部隊の戦闘力が一時的に向上しましたか。事前攻撃の結果、敵塹壕を破壊し、さ
さらには歩兵部隊に6打撃を与えました。我が方は兵力2個を損失しました。敵の守りは消えました。攻撃開始せよ。報告として戦車連隊1個が致命的打撃を受け撤退しました。敵攻撃航空部隊と戦車の連携によるものですね。構いません。引き続き攻撃せよ。自走砲による攻撃が厄介ですね。この戦いの結果、敵に計17打撃を与え、我が方は兵力14個を失いました。失った兵力はそのほとんどが重歩兵師団です。痛み分けとはいかず、打撃は敵の方が深いです。致命的打撃を受けた戦車連隊はしばらくの間は後方で待機です。ソウルについては無人も同然です。報告として敵が捕虜を用いて我が軍の士気を低下させています。構いません。攻撃せよ。韓国市とソウルの確保に成功しました。3度目の完全陥落は時間の問題ですね。14、撤退せよ。中間確保に成功しました。ミャンワン殲滅に成功しました。現話にて戦車部隊が致命的打撃を受けています。戦車があると強力ですが損耗は避けられません。今戦っている戦車大隊を潰しても構いません。この地域を確保せよ。現は殲滅に成功しましたが、北朝鮮軍戦車大隊1個を失いました。先ほど撤退した戦車連隊も兵力がありませんね。しかし国土がありますが勝利のために突破援護させます。先ほど突破させた戦車連隊が殲滅しました。了解です。バチョン包囲殲滅に成功しました。チュンチャンが確保に成功しました。インジェ撤退せよ。ヤング確保に失敗しました。ポンチャン包囲殲滅に成功しました。すべての戦闘が終了し、こちらが現在の戦況となります。38度線をめぐる均衡は完全に崩れました。東部山岳地帯の確保も時間の問題です。包囲戦が開始されます。ソウルにおける包囲戦は失敗しました。それでは来週都市突撃戦にて奪います。予備兵力の割り当てに移ります。今回の大攻勢で多くの将兵が傷つきましたが、そのほとんどが中国歩兵師団です。割り当て完了。現状の予備兵力は15個と、これならば持続的な攻勢を行うことができます。以上で我が軍の行動を終了します。先の攻勢時に殲滅した部隊を読み上げます。歩兵師団1個、歩兵連隊3個、自動車化歩兵連隊1個、歩兵大隊1個、遊撃連隊1個、前線歩兵1個、司令部1個、支援歩兵1個、以上となります。殲滅した部隊数自体は計10個と少ないです。敵戦力の多くは、おそらく後方の失地回復へ向かっていると思われます。我が方の殲滅部隊は、戦車連隊1個と戦車大隊1個のみとなります。我々の核である歩兵師団は、未だ1部隊も欠けていません。この戦力差を前に、敵はどう動きますかね。敵は必要に戦略爆撃部隊のみで一空爆をしてきますね。パルチザン部隊は発見されず、来週からは2部隊で後方か乱が行えます。
以上で確認を終了。チュンチョンにし、防衛に失敗しました。兵力差は圧倒していましたが、やはり若軍は何らかの手段で士気を上げなくてはいないですね。敵部隊はチュンチョンへ向けて突破進行を行いました。かの地は防衛態勢が整っているため、戦車殲滅の好機です。三郷東にて、非正規部隊1個が殲滅しました。この犠牲によって敵部隊は誘引されました。予想通り戦車大隊1個の殲滅に成功。そして相変わらず護衛機なしで首都爆撃を行ってきています。ならば容赦なく撃墜します。今回の迎撃戦の結果、敵に計27打撃を与えました。そろそろ戦略爆撃がやみそうではありますが、果たして4月21日へ突入しました。前線を確認します。西部、中部の敵戦力は少数。さらに、ソウルから南へと化することで、敵を包囲できるかもしれません。東部についても敵部隊は少数であり、北の韓国部隊は包囲殲滅の好機です。以上のことから敵前線は半ば崩壊状態であり、ナクトンガンまでは攻勢が維持できそうです。報告として、重歩兵師団1個、小規模歩兵師団1個が完全充足まで補充されました。後方の安全確保計画、随分と長く続きますね。当初は3週間でしたが、1ヶ月以上続いていますね。まあ、続くのであれば、それに越したことはありません。移動後の戦況です。韓国首都ソウルに対する突撃戦が行われます。韓国首都ソウルの完全確保に成功しました。予定通りですね。こちらが侵攻後の戦況です。文字通りの人海がソウルを飲み込み、とどまることなく突き進んでいます。東部山岳地帯の韓国部隊は、補給線遮断による弱体化を行いました。彼らの命運は来週につきます。北朝鮮軍のミーク・ピトナーッツァチ部隊。さすがに兵力が低すぎるので、少々高価ではありますが補充します。以上で、我が軍の行動を終了します。先の進行線にて殲滅した部隊を読み上げます。戦車大隊1個、歩兵師団2個、歩兵旅団1個、歩兵連隊2個、歩兵大隊2個、遊撃連隊1個、司令部2個、支援砲兵1個、自走砲大隊2個、兵団部隊4個。さらに、地域の空港確保時に迎撃部隊1個、攻撃部隊2個を殲滅しました。了解です。防空網については、ソウルと平壌の2カ所に構築済み。平壌航空戦が行われます。敵は半減した充足率でもお構いなしに空襲してくると、なんと無謀な。戦略爆撃部隊3個の殲滅に成功しました。ソウル航空戦が行われます。空母飛行隊2個の殲滅に成功しました。4月28日へ突